外の世界は絶望を求めている。この殺し合いは絶望で終わるんだよ。みんな絶望したがってんの。絶望こそがこんな姿で登場したことも。この絶望は現実に侵食するんだよ。バッドエンドの絶望が販売中。あんたとの聖なるホームページへ。外の世界は絶望を求めている。この殺し合いは絶望で終わるんだよ。みんな絶望したがってるの。絶望こそがこんな姿で登場。この絶望は現実に侵食するんだよ。バッドエンドの絶望が販売中。希望は前へ進むんだ。僕は絶対に諦めない。希望は絶望なんかに負けないんだ。諦めないでどうすんの？お前さんが諦めなかったところで他の誰かを犠牲にしない限りは。私が犠牲になるよ。私とキーボが犠牲になれば犀原とユメノは生き残れるんでしょ。このくだらない殺し合いから生き残れるんでしょ。春川さん、キーボの話を聞いて決めたよ。私はこの殺し合いを絶望なんかで終わらせたくない。そんなのムカつく。その気持ちも私のシナリオ通りだとしても、あなたが桃田くんを好きになったみたいにさ。だとしてもあんたを殺せるなら私はその結末を選ぶ。私はここであんたを殺す。自分の命を犠牲にしてもね。犠牲に？待ってよ春川さん。ごめん、もう決めたから。そうなるとうちはどうなるんじゃ？うちと犀原は外の世界に出られるのか？でもさ、外の世界に出てどうするの？何度も言ってるよね。意味なんてないって。いや、外の世界の人たちだってこの結末を見ればきっと手を差し伸べてくれるはずだよ。大丈夫だよ。きっと希望は見つかるはず。何が希望だ？え？僕は希望を否定する。僕は認めない。僕はこんな希望なんて認めないぞ。犀原君、どうしたの？希望なんかがあるからいけないんだ。僕はこの希望を否定する。希望があるからいけないんだ。希望があるから僕らは苦しむんだ。白金さんは僕らを絶望させようとしている。むしろ希望を抱かせようとしているんだ。だから僕はこの希望を否定する。白金さんが僕らに希望を抱かせようとしているってどういう意味？殺し合いが53回も続いている理由、それはきっと希望のせいだ。外の世界は希望を求めているんだ。絶望の先にある希望が見たいんだ。希望が峰学園の時だってそうだった。だから僕らが希望を目指したら外の世界の望んだ通りの結末になって、それだと殺し合いは終わらない。だったら絶望している方がマシだ。殺し合いが53回も続いている理由、それはきっと希望のせいだ。外の世界は希望を求めているんだ。絶望の先にある希望が見たいんだ。希望が峰学園の時だってそうだった。だから僕らが希望を目指したら外の世界の望んだ通りの結末になって、それだと殺し合いは終わらない。だったら絶望している方がマシだ。その言葉切らせてもらう。絶望は人から全てを奪ってしまうんだ。前へと進む力さえも。
だから絶望の方がマシなんてことは絶対にありえないんだよ。きっと外の世界の人たちも同じ気持ちだろうね。だからこそ希望を求めているんだ。え？フィクションの希望だとしても、みんなその希望から勇気をもらいたいんだ。そしてその通りの希望を見せてしまうからこそ殺し合いは続いてしまうんだ。そこに至るまでの僕らの悲劇を無視して。犀原君、それは。じゃあそろそろ投票タイムを始めようか。最後の投票、そこで全て終わりだ。お前らの臭い希望もお前ら自身。ピンもな。ちょっと待って、まだ話は終わっていない。最後に聞かせてくれ。投票の前にどうしても聞いておきたいんだ。何を聞きたいの？最後の投票で希望が勝った場合にお仕置きされるのって、自ら犠牲になると言ったキーボ君に春川さんに負けた白金さんだよな。その3人はどんなお仕置きをされるんだ？そのお仕置きの内容を教えてくれ。どうして言わなくちゃいけないの？今まで先にお仕置きについて言ったことはなかったよね。そうだぞ。お仕置きの内容なんて今は問題では。いや、問題なんだ。だってそのお仕置きの方法が僕の思った通りだとしたら全て納得できるんだよ。殺し合いを生き残った天海君が2回目の殺し合いに参加していた理由もね。天海君、どうしてここで天海君の名前が出てくるの？それはキーボ君自身に答えてもらうよ。僕に？君が外の世界とつながっているなら、これは君自身に気づいてもらいたいんだ。これだ。そうか、次の殺し合いに参加することだね。うん、僕はそうだと思う。最後の投票の後に行われるお仕置きはもう一度殺し合いに参加することなんだ。あの時の天海君の言葉はそういう意味だったんだよ。きっと以前の殺し合いでも似たような展開があって、彼はそこで僕らと同じような選択を迫られて、そして自ら犠牲になることを名乗り出て、その結果2回目の殺し合いに参加したんだ。つまりここで僕らが希望を選んだところで殺し合いは終わらないんだよ。白金さんは再び首謀者になって、キーボ君はもう一度視聴者代表になって、そして春川さんは超高校級の生存者になって2回目の殺し合いが始まるだけなんだ。だから希望が勝ったとしてもこの殺し合いは止まらないんだ。いや、むしろ希望が勝つからこそ殺し合いは続いてしまうんだ。外の世界の人たちが希望を求めているからだ。彼らの望み通りに最後に希望が勝ってハッピーエンドになるからこそ、この殺し合いは53回も続いてしまっているんだ。希望が勝つから殺し合いが続く。だから僕は希望を否定する。
じゃああなたは絶望を選ぶんですね。殺し合いを絶望で終わらせるんですね。つまらない。それも良いかもしれませんわね。絶望を愛する視聴者が喜んでくれそうです。結局絶望が勝ったとしてもこの殺し合いは終わらないんだよ。それならやっぱり希望は勝ち続けないとダメだ。きっと希望を訴え続けていればいつかはこの殺し合いだって終わるはずだ。終わらないよ。それでも殺し合いが繰り返されるだけなんだ。だったらどうすればいいんだよ。さっき春川さんが犠牲になるって言った時、僕は思ったんだ。なんで今まで散々仲間を犠牲にしてきて、ここで春川さんまで犠牲にしないといけないんだって。なんで赤松さんや桃太くんを失った時の悲しみをまた繰り返さなくちゃいけないのかって。なんで僕らはあんな思いを繰り返さなくちゃいけないんだって。なんで僕らはこんな辛い思いをしなくちゃいけないんだって。いくら外の世界が求めているからって僕はもうあんな思いはしたくない。誰にもさせたくない。この世界がフィクションだとしても、僕ら自身がフィクションだとしても、この胸の痛みは本物だ。仲間を失った悲しみは本物なんだ。僕らの命をもてあそぶ殺し合いを僕は絶対に許さない。外の世界がそれを求めているというのなら、僕は世界を否定する。僕らの悲しみや痛みを見せ物にしている世界と戦う。外の世界と戦う。そんなこといくら言っても無意味だよ。フィクションのキャラクターが何かを訴えたところで、外の世界はそれもフィクションとしか感じないの。だったら僕はフィクションの中から外の世界と戦う。フィクションの中からってどういう意味？僕はこの投票を放棄する。投票を放棄？投票しないとルール違反で殺されるってモノクマがいつも言ってたはずだよ。分かっているよ。だからこそ投票を放棄するんだよ。希望も絶望も選ばないまま登場人物が投票を放棄して終わるなんて。外の世界はそんな中途半端な結末は求めていない。だから僕は投票を放棄するんだ。外の世界が求める結末にしないために。僕はキーボくんにも白金さんにも投票しないぞ。僕は希望も絶望も否定する。僕はこの殺し合いを終わらせる。終わらないよ。だって弾丸論破が終わったら僕が無職になっちゃうもん。たとえフィクションだとしても僕らの苦しみや胸の痛みは本物だ。俺だって辛かったけどよ。それがデスゲームなんだから仕方ねえだろ。だったら絶望で終わればよからんば。僕は希望も絶望も否定する。これをやらせている外の世界を否定する。だから僕は投票を放棄するんだ。絶望でも希望でも終わらせないために。自分の未来を捨てるなんてダメだ。希望は伝染するんだ。投票を放棄する。
依頼を捨てるなんてダメだ。希望は伝染するんだ。希望で終わるべき。それでも